なちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、今年はとある生物が大量発生しているようで、美味しい生物です。その生物を市場で買いに行ってきました。さあ、ここら辺に、ありましたね、いつものように。おはようございます。おはようございます。鳥貝を香りはください。めちゃくちゃ高い。こっちこれ全部ください。全部はいよ。だいぶもう浮いてきて弱なっちゃってるもんで、1年で死んじゃうんですか？ 1年でよっぽど死んじゃう。そうなんだよね。それたまにヒネはおるんだけど、それとはよっぽど取れやへん。やっぱヒネはあれですか、ちょっと身が怖い、硬いですよね。そうですよね。というわけで本日の食材がこちら、よいしょ、鳥貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。動画の途中ですいません。今月もやってきました7月の気まぐれごちそう便ご紹介コーナー。7月ということでもうこれしかないと思いまして選ばせていただきました。こちらでございます。じゃん、夏の貝祭りバーベキューセットでございます。もうこれを選んだ理由はもうまさしく夏といえば僕の中で貝なんですよ。こちら5種類を1箱に詰め込みました。炭火で焼いてもいいし、ご家庭で炉端焼きで焼いていただいてもいいですし、フライパンにアルミホイル敷いてもらって蓋していただければ簡単に焼けますんで、お好きなように焼いてください。そしてもう処理は終わってます。もうサザエやなんかもかなり肉厚のサザエ、こういう風にね、もう切れ込みが入っておりますので、もうすぐ焼くだけで簡単に食べられます。このまま焼いてもいいですし、ちょっと大きいなと思う場合はこういう風に横に半分に切って、でもう半分に切って、で殻に戻して焼いていただいてもよろしいかなと思います。今日は浜焼きスタイルでそのまま焼いていきたいと思います。サザエと牡蠣いただきましょうか。ホッキ貝もちょっと食べちゃおうっと。いやもうこの絵面だけでテンション上がりますよね。そしたらサザエは、オーソドックスにお醤油と酒でもいいし、こういう風にめんつゆでもいいですよ。めんつゆちょっと入れて、2倍濃縮の場合は少し水で薄めてあげるといいと思います。そしてマヨも少し垂らしちゃう。結構ねうまいんですよ。そんなこんなで牡蠣が開いてきましたね。いい身入りですね。牡蠣いただきます。うまっ。そしたらホッキ貝もこれ国産です。いただきます。うまっ。でサザエは上から鶏がいただきます。美味しい。このマヨ焼き本当に美味しいんでおすすめ。詳しい食べ方は同梱されたチラシの QR コードを読み取っていただければチェックできますので、そちらの方でもご確認ください。そして7月入会の方は初月980円の方で入会できますので、これを機会に気まぐれごちそう便検討してみてください。毎月美味しいものが届きます。そしたら本編にお戻しします。はい、改めまして本日の食材がこちら、鳥貝ということでね、2026年今年鳥貝大豊作でございます。嬉しい。僕の大好きな貝の一つですね。もう今年たくさん取れてて、お値段も比較的お値打ちなので安定供給できるということで、うちの店でもねお刺身定食にちょんちょんと入ってます。もう今しか食べられないもう旬の味覚ですね。もうね6月いっぱいぐらいで終わりなんじゃないかなと思います。今日もね市場の人に聞いたらもうだいぶね浮いてきちゃってるって言ってましたね。でこの貝ってもうすごい特殊な貝で1年しか生きないんですよ。急にわって湧いてシュンっていなくなるんですよ。すごくこう神秘的な貝なんですよね。一応ネットとかで調べると寿命は2年みたいですね。なんでこの2年ものとかも稀にいるみたいなんですけど、やっぱ身がちょっと硬いんですって。だからこう1年ものの大きいサイズ、これがうまいみたいですね。本当にね調べれば調べるほど神秘的な貝で、まだ謎に包まれてることも多いんじゃないかな。そんな鳥貝を今日はですね鳥貝しゃぶしゃぶで食べていきたいと思います。ただの鳥貝しゃぶしゃぶじゃございません。ちょっとスープを今回はこだわって作ってみようかなと思いますので、今日はねそちらの方もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ではまずこちらの鳥貝の方を剥いていきますね。ずっしりしてるわ。こりゃいい鳥貝だ。ちょっと返しすぎたかもな。ダメなんですよね。何個くださいってなって全部くださいって言っちゃうんですよ。これ一種のあれです。病みたいなもんですね。直したいです。お店側の人からしたら嬉しいですよね、全部っていうのはね。ただ全部買いも気をつけなきゃいかんのが、結構遅い時間帯に行くといいのより抜かれた後の悪いやつが全部残ってる可能性あるんで、そこはちょっとちゃんと吟味が必要なんですけどね。
でも誰かが買わなきゃダメなんですよ。だから全部っていうと意外と全部買ってくれるんだったら微妙なのも入ってるから安くしてあげるよっていうのでお値打ちになることがすごく多いです。鳥貝はこれ手で剥けるんですよ。すっごい簡単に剥けます。もう全然深いこと考えなくてもいいんですよ。これをスライドさせる。ちょっと割れちゃうことが多いんですけど、割れていいんです。もう割っていく感じ。はい、そうするとパカッと出てきますんで、これが身ですね。この形が鳥に似てることから鳥貝と呼ばれてるみたいですね。でもこれ気をつけないかんのが、これすごく殻が薄いんで手切れちゃうんですよね。ピンの出てきた。ピンの後で開けよう。くちばしのところを取っていくと横にスライド。殻割っていくスタイルですね。僕ちょっと下手くそっすね。上手い人はねもうパッ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 パってやっちゃうんですけど、で貝柱が結構強いな。気をつけてほしいのは、あんまりこの黒いところをいじくり回すと黒いところ剥げちゃうんですよ。黒いところをあまり触らないように取っていくのがポイント。半分は道具使った方がいいかも。こうやって貝柱ちょっと硬いんでこういう感じがいいかな。手でずらして片貝だけ外す、貝柱だけこう道具を使って外していくっていう、この流れに持っていくのが一番いいな。すごい、めちゃくちゃ見入りがいい。しかもこれ大きすぎず小さすぎずでしゃぶしゃぶには最高のサイズ感ですね。この状態まで来たらここに貝柱が2つあるんでこうですね。でこれちょっと明日食べるんですよ。スープの関係で明日になっちゃうんですけど、でもね鳥貝は大丈夫です。この状態に剥き落としておけば、よっぽど平気です。1日ぐらいだったら、赤貝と一緒みたいな感じでこう出た汁と一緒にこう冷蔵庫で保管しておいてあげたら生きてます。で殻がきれいに欲しい場合は赤貝とかみたいにここから入れて普通にこうやって貝柱を断ち切って剥いていくと。お上品なお店屋さんとかはこういう風に割っていくみたい。今日のおっちゃんが言ってた。でも数やる場合はこうやってもう手でこうやって剥いていくみたいですね。これ見いいな。で基本的にここの部分だけ食べます。でこの貝ひもとかはあんまりこのお刺身にはつかないですね。この状態のままボイルして炙って焼く食べ方があるんですけど、その場合は貝ひもとかはついてますね。貝ひもというよりこの真ん中のこの足のところ、ここが価値のある貝ですね。鳥貝のもう一個いいところって、こう開いてボイルして冷凍かましても意外と他の貝ほど冷凍によるこの味の劣化の被害を受けにくい貝だなと僕思うんですよ。なのでこの時期にダーッと沸いたやつを取って開いてボイルして冷凍したものが数年で流通するって形ですね。ただやっぱり生の鳥貝をボイルしたてっていうのはもう別格なんです。冷凍物とはちょっと違いますね。なんぼ今冷凍技術が発達してすごいといえども、生のむき身をボイルしたもの、この湯がきたてっていうのはねもう別格なんですよ。それが食べられるのが今なんですね。で意外と市場行けばあります、鳥貝。愛知県は。でちょっと難易度高いじゃないですか。こう家で剥くの嫌だなっていう方は意外とねこの状態、生むき身の状態でも売られてるんですよ。なんでそういうむき身買ってもいいかもしれませんね。うわこれでかっ。これ今日一だ。殻こんな大きくねえのにこんなパンパン。うまそうだな。うわこれもすごいわ。ちょっと1個生で食べていいですか。はい、さばくときはチュルッとしたところでさばくといいですよ。ツルツルじゃないと黒いところがね擦れてしまうんですよね。で必ず背中の方から入れて、そしてこの綿ですね。この綿もねうまいんですけど、生でお刺身食べる場合はこの綿は必ず外してください。ボイルするときも基本外すんですけどね。はい、これで皆さん見たことある形になりましたね。はい、これが鳥貝です。これをピッチーンってやるとキュルキュルとなりますんで、こうするとねカッチカチコリッコリになります。そしたらここに醤油をちょっとかけて、これはたまりませんね。生鳥貝さばきたていただきます。おーうめえ、うますぎる。この貝はね本当に甘みが強いんです。口の中ずっとまだ甘いですもん。すげえ貝だわこれ。新鮮だから全く生臭くないです。はい、では剥けましたと。ラップして冷蔵庫入れておきます。そして今のが鳥貝です。でもう一つ白鳥貝と呼ばれているものがありまして、それはこちら。売ってたんで買ってきました。じゃん。これがねザル貝っていう貝ですね。これもね僕大好きな貝で、こいつはね鳥貝ほどこうなんだろうな、限定的なものではないですね。割と通年で見る気がする。
これもこういう感じでずらしてこうやって剥いていくんですけど、ほら真っ白ですっていうか黄色っぽいですよね。これがねザル貝の特徴ですね。これもね本当に美味しい貝でね、お寿司屋さん好きで使うとこ多いですよね。ここの形がこうザルみたいだからザル貝って呼ばれるみたい。鳥貝に比べて硬いです。でこいつの方が生命力が高い。意外とね水槽でもいきます。でも今日はもう剥いちゃう。でこの貝はね貝柱がすっごいつけ根にあるんですよ。ここら辺に貝柱があるんで、剥く場合は油断してますね今この子。これをグッと奥まで入れるんですよ。ここまで入れる必要があるんですよね。でここまで入れるときにあんまりね真ん中に寄りすぎると黄色っぽいこれが取れちゃいますんで、このヘラでこれうまくいきましたね。剥くのが難しい。でもよく油断するんですこいつは。もう油断するどころか、もう今日はねあんま元気ないですけど、平たいとこ置いとくとニュッてこう下べらをねこの長い下べらを出して逃げようとするんですよ。昔僕の動画で一回やった気がするんですけど、そういう可愛い一面もある回ですね。ほら、これもしかしたらいくかも。ダメだ。パカパカ開くだけでダメでした。失礼します。綺麗ですね。このまま冷蔵庫で寝かしておきます。では1日後にと。はい、ではスープを作っていきます。1日前の僕にお渡しします。どうも1日前の金子です。スープのお出汁引いていきますね。まず水 450cc、 これ軟水がいいです。でそこに昆布、今日は日高と利尻2種類の昆布入れるとこうちょっと複雑な感じになるような気がします。で焼きあご、ちょっと今日は焼きあご軽く炙ってみよう。はい、焼きあごがさらに焼かれました。でここに干し椎茸で、さらに隠し味で以前さばいたでっかいフグのフグヒレ、これも入れちゃおう。これもちょっと炙ります。あーいい匂い、めちゃくちゃいい香り。やっぱ炙ると香りが出るし生臭さ消えると思うんですよ。はい、これを冷蔵庫で1日寝かしたものがお鍋に移して熱していきます。そしたら沸騰直前で昆布だけ取り出します。はい、残りは少し煮詰めます。少しずつ蒸発してっちゃいますんで、ちょっと差し水を打っておきます。蒸発する分の水分を足してあげる感じですね。もうこの段階でいい香りがしてます。はい、 OK。 はい、そしたらこしていきます。はい、しっかりと焦げも取って綺麗なお出汁が引きました。あ、うまいけどちょっとこれね炙ったことで少しビターな苦みが入りますね。これもこれでうまいですけど、なるほど、炙るとこんだけ苦みが出るんだ。勉強になりました。はい、ではここに薄口醤油を 30cc、 みりんを 10cc、 お砂糖を 5g。 これでねかなり味が整ったはず。うまい。ちょっと日本酒が欲しいな。少し日本酒も 30cc ぐらい。バッチリ。そしたらあとはここにとあるものを溶くだけ。それは食べる直前にやりましょう。一旦置いておきます。さあここからが大変なとこだ。鳥貝を開いていきます。昨日つけておいた鳥貝まだ生きてます。ほらすごい生命力なんですよ。でこのちょっとやりにくいんですけど、ツルツルしたものの上でやらないと黒が取れちゃうんですよね。でもっと言うと手袋はした方がいいですね。まずここの紐のところを外して、この背中のここですね、ここから包丁1本入れます。こんな感じ。そしたら開きます。ここで開いて綿を外す。はい、こんな感じで、ここのお刺身みたいに先端まで開いてもいいんですけど、こういうふうに先端には肝入ってませんので、この状態でもいいと思います。箸でここ持てますんで、開いてもいいし開かなくてもいいし、お好みですね。で気をつけないかんのはこの殻ですね。手割りした際はこの殻が残ってることがありますので、殻だけ絶対入らないように。今本当に鳥貝めちゃくちゃ多いみたいですよ。昨日も市場ね、競り場行ったんですけど、もう鳥貝だらけでした。もう加工が追いついてないぐらい取れてるらしいですね。10年に一度の豊漁みたいですよ。
で先端まで開くとこんな感じになるって感じですね。はい、こんな感じ。どんどんやっていきたいと思います。これが大変なんだ。はい、おしまいと。全部剥き終わりました。ザルガイもいきましょうか。ザルガイはちっちゃいね。でも鳥貝より弾力がありますね。さばき方は一緒ですね。内臓をこうやって取っていくと。ちょっとちっちゃいんでペティでやった方がやりやすいですね。これはね、こういう細かい作業が楽しいんだよな。はい、こんな感じ。ちょっと一回冷蔵庫入れておきます。で、ごめんなさい、ちょっとタレを作り直させてください。なんかちょっと納得いかなくて、こっちをさばいてる時にどうしても苦味が口の中残りますね。これバーナーで炙んない方が良かった。多分ね、フグのヒレかな。ちょっと炙りすぎた感じですね。この苦味はない方が美味しいな。昆布と椎茸も少しで、同じようにタレを作っていきます。はい、昆布と椎茸だし、醤油、酒、みりん1対1対1にしました。10、10、10にしてみました。なんか微妙だよな。追いがつおします。お、いいかも。これだ。鰹節は大事ですね。よし、じゃあつゆができましたと。はい、そしたらこちらのお出汁に、ちょっと僕今港区みたいなことしますけど、これがうまいんです。生ウニです。うわー、うまそう。至福ですね。これはたまにはこういうのもやらせてください。さあ、ここに、そうだな、500cc に対してウニ 100g ぐらい入れちゃおう。これが 200g 版だと思うんで 100g いっちゃいます。あとは仲間と食べます。これ容器入れやえっていうもんじゃないんですよ。正直 100g でもちょっと多いかなぐらいですね。 20g から 50g ぐらいでも全然いいです。これをウニを味噌のように溶いていくと。昆布、カツオ、しいたけ、そしてウニがたっぷり入ったこちらのお出汁にゴリ貝をしゃぶしゃぶしていただくと。すごいことでしょ。僕はこれがやりたかったんです。で、今鳥貝も安いですけど、ウニもお値打ちです。比較的お値打ちで買えますね。で、紫ウニとか今すごく身入りがいいので時期ですよ。ウニも動画撮りたいんですよね。で、今回こうやってウニ溶かしてますけど、ウニビシオでもいいですよ。よくあるじゃないですか、ウニ醤油ってやつ。あれを溶いても美味しいですよ。ちょっと塩味があるんで、その場合はもしかしたらこれは薄口醤油は入れなくてもいいかもしれません。はい、できました。ウニしゃぶのタレです。いただきます。うめえっていうか贅沢やば。しゃぶしゃぶだれの中で僕過去一かも。このウニの使い方は全然ありですね。なんかウニそのまま食べた方が美味しいよねじゃないですね。うわ、これ締めの雑炊とかやったらもうすごいことになっちゃいそう。ちょっと温めておきます。固形燃料をセット。このウニ、これ隠し味で白味噌とかちょっと入れても美味しいと思いますね。よし、そしたらこちらの今日はブルジョワな、もう見てわかる成金のようなこの器に盛り付けていきます。これ皆さん何の葉っぱか分かりますか？これ分かる方結構すげえと思う。これ一見笹のように見えるんですけど、これみょうがの葉っぱです。爽やかで美味しいみょうがは育つとこんな葉っぱになるんですよ。そしたらこちらを盛り付けていく。ちょっと待って、俺殻捨てちゃったか。うわー、ちょっと持ってる途中ですいません。こう今黒しっかりあるじゃないですか。指でこうするとほらこう取れちゃうんですよ。こう鳥貝のこの黒い模様っていうのはデリケートなんですよ。で、特にこの黒っぽいところに旨味が詰まってるから黒を取らないようにしようっていうことではなくて、もう完全に見栄えだけだと思います。この黒いところが取れて真っ白になっても味は美味しいです。本当にこの黒いところがやっぱ鳥貝美しいので、あまり素手でも触らない方がいいんですよね。この指紋で取れちゃうんですよ。本当にデリケートな貝なんですよ。なんでトングでやってます。
ネギ、青柚子、なんかハマグリ出てきたっす。わあ、いいね。パンポカパンですね。せっかくだからハマグリもここ置いときましょうか。はい、これで鶏貝しゃぶしゃぶ完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこじゃあまずは柚子を1枚入れて、そしたらうまみの爆弾ハマグリ、この生ハマをウニのしゃぶしゃぶの中に入れて、ハマグリの濃厚なお出汁も追加していくと。でネギもあらかじめ入れときましょう。で今日はポン酢とかそういったもの一切つけません。そのままいきます。こちらをしゃぶしゃぶして、もうさっと火を通す。もう生でも OK なんでね、こんな感じ。こちらをいただきます。うわー、うめえ、うますぎる。わあ、ちょっとこの動画早く編集して早くあげよう。鳥貝が時期のうちに皆さんこれ一回やってみてください。普通の鳥貝のお刺身好きな方こそ一回食べてほしいですね。この茹でたてのちょっと温かい鳥貝最高にうまいです。まっ、無限に食えますね。ここで皆さん気になりますよね。鳥貝のカロリーと栄養素紹介したいと思います。鳥貝はですね、この可食部 100g だいたい1つかみぐらいですねに対して、エネルギーがまず80から90キロカロリー、超低カロリーですね。そしてめっちゃ高タンパクです。タンパク質が 100g で 15g から 17g 入ってます。プロテイン食べてるみたいなもんですね。脂質が 1g で、炭水化物が2から 4g、 鉄が3から 5g、 亜鉛が1から 2mg で、タウリンも豊富に含まれてるんで、肝機能のサポートだとか疲労回復、コレステロールの代謝補助とかにもう最高ですわ。だからお酒飲む人にはもってこいの食べ物ですね。鳥貝はプロテインって覚えてもらえばよろしいのかなと思います。うまい。茹でたやつにちょっとこうネギも巻いて、スープをたっぷり絡まして、これもうまそう。いただきます。うわ、あかんこれ。うんまっ。鳥貝がうますぎて感想が薄れてますけど、ウニしゃぶのタレバカうまい。やばい、よく合うんだ鳥貝と。これ後で締めで雑炊しましょうね。次はザル貝もいきましょう。1、2、このぐらい OK。ハマグリももう火が入ったんで救出。ザル貝いただきます。全然違います。これザル貝の方が青っぽい味がしますね。よく言うと個性がある、悪く言うとちょっと青臭い感じですね。こっちはちょっと好き嫌いが分かれるかな。でも青臭いって言ってもそんな臭いって感じじゃなくて、スイカの皮、スイカの皮ギリギリまで食べたことある方はよくわかると思います。あの感じの風味がします。同じような貝でもここまで違うんですね。そう考えるとこの鳥貝ってすごい貝だな。本当に旨味と甘みしかないんだよな。今年鳥貝食べないかんかもしれません。ぐぞー、もうちょっと早い動画ですね。なんかった。でも今の時期ぐらいからやっとこう身がね大きくなり始めてきたんですよ。そして安くなってきた。ここに来てめちゃくちゃ取れてるみたいだし。じゃあちょっとこうやっていっぱいしゃぶしゃぶしといてすぐ救出。肉厚だね。柚子も取っちゃう。そしたらここにご飯も入れていきます。雑炊を作っていくと。このハマグリと鶏貝のお出汁がたっぷり詰まったお出汁でお米をふっくら含ましていくと。で仕上げにこう鶏貝を乗っけて、ネギも乗っけて、はい OK。 もうちょっとふつふつしたら食べていきます。はい、ではそろそろいい感じですね。お米がお出汁を吸ってふっくらとしてますね。で見た目はちょっと汚いかもしれないですけど、これはうまいと思いますよ。いただきます。これやばい、とんでもないです。うんまっ。もう何がどううまいかわからん。こうまみが複雑すぎて、うわすごいなこれ。化学調味料をたくさん入れた時ぐらいのうまみのインパクト感じる。
これ多分鳥貝の旨味なんだろうな。うわでも鳥貝美味しいわ。ザル貝ちょっと苦手僕これ。というわけで本日はこちらの鳥貝しゃぶしゃぶときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの。今日は何かな、ラベルを取ってダン、茶色いやつの飲みかけ。今日ちょっと運転がありますので、これポイントです。キンキンに冷えたジョッキ、そしてパンパンの氷、これが大事です。ビャインビャインに冷やします。はい、こちら7対3ですね。いただきます。これで7対3ですから、この動画から僕のことを見てくれた方は一体今何が起きたんだって思いましたよね。7対3っていうね、そういうあるんですよ。ビールはそれで継ぎましょうっていう、僕の中で。いただきます。乾杯。はあ、うめえ、うめえ。麦茶は0度から1度ですよ。うまい温度は。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は今年大量発生してます鳥貝を使って鳥貝のしゃぶしゃぶ作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいです。絶対食べてほしい。今日ウニでやりましたけど、もうシンプルに昆布だしでいいと思います。鳥貝だけを味わうんだったら。ただ僕今回鳥貝のお出汁も使って雑炊も作りたかったんで、ああいう風にウニを入れてこういうやり方もできますよっていうのをねやらせていただきましたわ。ウニのうまみ、昆布、カツオ、しいたけ、鳥貝、ハマグリ、とんでもないうまみの暴力を食らいましたね。本当に甘みが強くて美味しい貝です。そして神秘的な貝ですよね。あれふわって本当にいきなり時期になるとドーンと湧いてシュッと消えていくんですよ。ここで気になったのは、人間がそれを今回取らなかったら一体海はどうなっちゃってたんでしょうね。もう多分本当鳥貝だらけですよ、そこの方で。それが一気に全部死んで腐敗したらかなり水質もちょっと悪くなっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの量だけどね。こういう話を酒飲みながらするのが大好きなんですよ。こういう話に付き合ってくれる方は募集中。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。